ようございます。桜井です。本日も暗号資産投資をしている方必見の情報を3つ厳選してお届けします。ビットコインの価格が不安定な中で機関投資家の動きに大きな変化が出ています。そしてイーサリアムやリップル、同時コインでも注目すべき動きが続いています。これから紹介するニュースは単なる価格変動の話ではなく、今後の市場を読み解くヒントになるものばかりです。専門用語もできるだけわかりやすく解説していきますので、初心者の方も安心してご覧ください。最後までご視聴してもらえれば、なるほど、そういう背景だったのかと納得できる情報ばかりです。それでは早速見ていきましょう。まずは暗号資産市場の中心ともいえるビットコインの動きから見ていきましょう。2025年6月18日現在、ビットコインはおよそ10万5000ドル付近で推移していて、過去24時間で 1.7% 下落しています。取引レンジは10万3396ドルから10万7253ドルとやや不安定な動きになっています。この背景には中東の地政学リスクやアメリカの金融政策を決める FOMC、つまり連邦公開市場委員会を控えているという緊張感があります。ただ、こうした下落の中でも注目したいのが、機関投資家による買いの動きです。ビットコイン ETF には過去24時間で4億1200万ドルもの資金が流入していて、市場全体としては下がっているけど買っているという構図が見て取れます。今後の価格の目安としては、10万2200ドルが重要なサポートラインとされていて、ここを下回るとさらに下がるリスクがあります。一方で FOMC が予想よりもハト派的、つまり金利をあまり上げないような方針を示せば、10万7700ドルを超えて反発する可能性もあると見られています。投資家としては、こうした価格の節目と政策発表のタイミングをセットで考えるのがポイントです。ニュース単体で判断するのではなく、この動きはなぜ起きているのか、これを常に考える癖をつけておくと、冷静な投資判断ができるようになります。続いては、イーサリアムの動きを見ていきましょう。2025年6月18日現在、イーサリアムの価格はおよそ2515ドル、前日比で約 1.8% 下落しており、直近24時間の価格レンジは2490ドルから2578ドルとなっています。短期的には売り圧力が強まっている状況です。注目すべきポイントは、アメリカの資産運用会社フィデリティが運用するイーサリアム ETF から2020万ドルの資金が流出したというニュースです。この動きは機関投資家がイーサリアムに対してやや慎重になっている兆しとも受け取れます。この ETF からの資金流出によって出来高が 15% も増加し、売りが優勢になっています。価格が下がっている中で取引が増えるというのは、それだけ不安定な相場で売買が活発になっている証拠でもあります。テクニカル面を見てみた場合には、RSI、つまり相対力指数はやや回復傾向にある一方で、MACD、移動平均収束拡散法はマイナス圏で推移していて、全体的には弱含みの相場です。2510ドルを明確に割り込んでしまうと、次のサポートラインは2435ドルと見られていて、一段の下落も警戒されます。ただし、2516ドル付近は過去にも何度か反発したゾーンでもあり、ここを維持できれば、再び2585ドルを超えるような回復の動きも視野に入ってきます。さらに、長期的な視点で見た場合には、ドイツ銀行などが主導するダマ2というプロジェクトも話題になっています。これはイーサリアムのレイヤー2を使って資産のトークン化や機関投資家向けのインフラを構築しようという動きです。こうした技術の拡大は価格に直接影響しなくても中長期での信頼性や利用価値に大きく関わってきます。価格だけではなく技術的な進展や実需の動向にも目を向けていきましょう。では次はリップルの動向について見ていきます。2025年6月18日現在 XRP は 2.163 ドルで推移していて前日比で約 4.5% の下落となっています。2.2 ドルのサポートを割り込んで短期的にはやや厳しい展開になっています。
取引レンジは 2.254 ドルから2.164 ドル、2.19 ドル付近での売りが集中し、現在は 2.147 ドルあたりに新たなサポートが形成されつつあります。ボラティリティ、つまり価格の変動幅も落ち着きを見せている状況です。テクニカル的には XRP は下降チャンネル内での推移が続いていて、2.175 ドルが短期的な抵抗体と見られています。もし 2.2 ドルを回復できなければ、次は 2.1 ドル付近までの下落が懸念されています。ただ、注目したいのは価格ではなく、クジラの動きです。クジラっていうのは100万 XRP 以上を保有している大口投資家のことを指します。最新のデータでは、こうしたホエールアドレス数が過去最多の2700件に達していることが分かりました。さらに XRP のアクティブアドレス数は過去1週間で約7倍に増加しています。これはネットワークの利用が一気に広がっていることを示していて、大口だけではなく個人投資家の動きも活発化していることがわかります。実需面でも前向きな動きがあります。リップル社はドバイ金融サービス庁からライセンスを取得し、UAE でのブロックチェーン決済サービスを正式にスタートしました。さらにステーブルコイン RLUSD の展開も進んでいます。これはシンガポールやニューヨークでも規制当局の承認を受けていて、企業向けのクロスボーダー決済や DeFi、トークン化資産の担保など様々な用途での活用が始まっています。このように価格は短期的に調整をしていますが、裏側ではネットワークの成長やグローバル展開が着実に進んでいるというのが今の XRP の本質的な姿です。では最後に同時コインの最新動向を見ていきましょう。実は今、同時コインにとって非常に大きな変化が起きています。2025年6月18日現在、同時コインの価格はおよそ 0.17 ドル、過去24時間では 1.5% から 2.8% ほど下落しています。価格レンジは 0.164 ドルから 0.174 ドルの間で推移していて、やや弱含みの展開となっています。一方で非常に注目すべき動きが起きています。それが大口投資家、いわゆるクジラの取引急増です。過去24時間で行われた大口取引の総額は、なんと約 233.5 億ドルに達しています。この数字はビットコインやイーサリアムを上回る勢いで暗号資産全体の中でも際立った動きです。また同時コインのアクティブアドレス数も 35% 増加していて、ネットワークの利用者数も大きく伸びています。ここまで活発的な動きが出ている背景には、DeFi 分野でのユースケース拡大があります。同時コインはコインベースが提供するレイヤー2ネットワークベースと連携し、ラップド同時コインとして DeFi アプリに対応する動きが進んでいます。また、ミューチュームファイナンスといった新興 DeFi プロジェクトの連携も進んでいて、今までのミームコインと呼ばれてきた同時がより実用的な資産として位置づけられ始めている点も見逃せません。さらに、同時コイン ETF への期待も高まっています。2025年中の承認確率は51% という市場予想も出ていて、実現すれば機関投資家の資金流入が一気に加速する可能性があります。加えてアメリカの上院ではジーニアステーブルコインビルが通過し、暗号資産に関する規制の枠組みが整備され始めています。この法整備も今後の同時コインや他の通貨にとってプラスの影響をもたらすと見られています。同時コインは今価格だけを見ると一時的な調整局面にありますが、その裏ではユースケースの拡大と規制整備による新たな可能性が広がりつつあります。こうした構造的な変化に気をつけるかどうかが今後の投資判断を左右する鍵になりそうです。それでは最後に今日のまとめと今後の視点をお伝えしていきます。ここまでビットコイン、イーサリアム、リップル、そして同時コインの最新ニュースを見てきました。今日のポイントを振り返ると、まずビットコインは価格こそ下がってはいるんですけれども、ETF を通じた機関投資家の資金流入が続いていて、市場の根底には強気の姿勢も見られます。イーサリアムは ETF からの資金流出という一見ネガティブな材料がある一方で、DAMA2 のような機関向けのブロックチェーンプロジェクトも進行していて、長期的な視点では非常に注目すべき動きが出ています。そしてリップルは価格下落中ではあるんですけれども、クジラとネットワークアクティビティが過去最高水準に達していて、
グローバルな規制承認や RLUSD ステーブルコインの展開など、実需の拡大が裏付けられています。そして、ドージコイン、ミームコインの枠を超え、DeFi での実用性が広がっていて、クジラの動きや ETF の期待も高まり、今後大きく化ける可能性を秘めています。このように価格の上下だけでは見えにくい構造的な変化や本質的な動きに注目することで、より深くマーケットを理解することができると思います。皆さんは今日のニュースの中でどの動きに一番注目されましたか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせがあります。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。先日、説明動画を公開しました。まだご覧になられていない方は、ぜひご覧ください。今は AI の時代です。人間はどうしても主観が入ってしまいますが、AI はそれはありません。なので、投資成績も上がるのではないかと思っています。僕も先日から始めました。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードでAI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式リンクをお送りしますので、LINE の方からお問い合わせをよろしくお願いいたします。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。